はい、どうも藤井です。ちょっと前回の動画から間が空いちゃったんですけど、それは一応前回までで、一区切りというか1980年代、自分が18歳くらいまでに聴いていたものを中心にやってたんですけど、今回からは90年代に聴いたものが中心になっていきます。それで90年代、何から始めるかというとブランキー・ジェット・シティです。少し前にイカ天の動画を上げてそこでも少し触れたんですけど、自分はブランキーをイカ天で見てもファンになっちゃって、それでメジャーデビューから解散まで、リアルタイムで追っかけて聴いていました。非常に思い入れの深いバンドなので、ブランキーに関しても全アルバム紹介したいと思っています。で、今回はこのファーストアルバムについてじっくり喋ります。ブランキー・ジェット・シティはギター・ボーカル浅井健一、ベース照井俊之、ドラムス中村達也による3ピースのロックバンドです。1990年2月に東京で結成されますが、1980年代浅井さんと照井さんは愛知県名古屋市でサイコビリ系のスキャッツというバンドを組んで活動していたようです。また達也さんはザ・原爆オナニーズやザ・スタークラブといった名古屋をホームグラウンドにするパンクバンドでドラマとして活動。また一時期ザ・スターリンでもドラムを叩いていました。そうした彼らが東京で再会し結成に至ったようです。そして結成して半年ほどの90年8月にイカ天に出演、グランドイカ天キングになりデビューを決めます。そして1991年4月にファーストアルバムレッドギター&ザ・トゥルースとシングル不良少年の歌でデビューします。このアルバムはデビュー作でありながらロンドンレコーディングで、プロデュースにはジェレミー・グリーンという方を迎えています。もともとは、ビル・プライスという方にプロデュースを依頼するつもりだったそうですが、折り合いがつかず、ジェレミー・グリーンになったということです。この方はクラッシュやセックスピストルズのエンジニアをしていたそうです。で、このプロデュースワークがメンバーの間では不満があったようで、後々そういった発言は雑誌などで僕らも目にすることになります。しかしリリース時点ではそういった事情を僕らファンは知る由もなく、発売されてすぐ買ってずっと繰り返し聴いていましたね。では1曲ずつ聴いていきましょう。ちなみに作詞は全曲浅井健一さん、作曲は10曲中8曲が浅井さんで、3曲目と5曲目が照井さんになっています。1曲目 Cat Was Dead、 イカ天1周目で演奏した曲です。4ビートのイントロからモータウン風のリズムに展開していきます。歌われるのは飼っていた子猫の死で、その歌声はとても悲痛に響きます。2曲目僕の心を取り戻すために、イカ天4週目に演奏された曲で、その時の浅井さんは風邪をひいていて歌詞がよく聞き取れなかったのですが、この CD で初めて歌詞がはっきり聞こえて、この詩に自分はがっつり心をつかまれました。オレンジジュースに透かして景色を見る、ガソリンスタンドのネオンがいつもより悲しく見えるのはどうしてなんだろうというような感じで、非常に映像的というか情景が目の前に広がるような感じだったんですね。自分も作詞作曲をするんですけど、この辺りは非常に影響を受けましたね。この曲はとてもテンポの速いロカビリー調の曲で、このスピード感も最高にかっこいいですね。3曲目胸が壊れそう、粘っこいギターリフが耳につくミドルテンポのロックンロールです。歌詞は別れてしまった彼女を思い起こすというような内容なのですが、その彼女の置き手紙の内容がどこか妙に哲学的というか、何か内面的なことを言っていて、なんか面白いんですよね。4曲目不良少年の歌、イカ天の3週目に演奏した曲です。4分の5拍子でジャズ的なノリを感じさせます。そしてタイトル通りヒリヒリとした危ない雰囲気を感じさせてます。しかしこれをデビューシングルに持ってくるとは全くキャッチーではないんですけど、しかしそれもブランキーらしいところですよね。5曲目テキサス、めっちゃ疾走感のあるセカンドシングルになった曲です。テンションの高い演奏がかっこいいです。
改めて聴いてみるとギターを結構オーバーダブしていて、セカンド以降のソリッドな音とは違うけど、これはこれでいいですね。6曲目、公園。ロカビリー調の曲で、友達と公園でサンドイッチを食べるという他愛もない日常を書いた歌詞。浅井さんの書く歌詞にはたまにこういった可愛らしい感じのがあって結構好きです。しかしこの曲、元来は開放的な雰囲気の曲だと思うのですが、そのサウンドはリバーブが多めでもやのかかったような密室的な感じもするような音になってしまっているんですね。こういった音質はこのアルバム全体に言えることで、多分メンバーはもっとソリッドで生々しい音を求めていて、そのあたりの意思の疎通がプロデューサーとできずに不満を募らせたのかなと思います。7曲目、ガードレールに座りながら。タムを多用したドラムパターンが重々しく響くところから、ガードレールに座りながらっていうところで宙に浮くような感覚になるのがいいですね。これも青春の他愛のない1ページみたいな歌詞なんですけど、最高にイカれているというかロックンロールって感じがしますね。8曲目、当てのない世界。なんていうかちょっとラテンっぽいリズムの悲しげな感じの曲です。軽く踊れる感じのリズムなんだけど、曲は重々しくどんよりとしています。もやのかかったようなこのアルバムの音質がこの曲にはぴったり合ってますね。個人的にはかなり好きな曲です。9曲目、狂った朝日。イカ天5週目、グランドイカ天キング挑戦の時に演奏した曲です。出だしのベースからもう尋常ではない緊張感が走ります。この静と動を繰り返すアレンジと歌われる歌詞で、イカ天で見た時からもう心をわしづかみにされた曲です。もしも僕がこの世界に生まれてこなかったらと繰り返し問うた後のもっともっと狂った朝日を、このつながりは、理屈では理解できないんですけど、聴いているとものすごく心がこう締め付けられる感じがするんですね。個人的にこのアルバムで最も好きな曲です。しかしですね、実はこのアルバムバージョンよりイカ天の最終回特番かなんかでやったスタジオライブの演奏の方が何倍も良かったと思ってるんですよね。このアルバムバージョンだとちょっとゴリゴリ感が足りないのと、この重ねているスライドギターの音があんまり好きじゃないんですね。この曲はもうぜひゴリゴリでソリッドなスタジオ録音を残してほしかったなと思います。10曲目、マザー。ラストはイカ天2週目で演奏した曲です。自分は1週目はなんとなく見ていてブランキーの良さに気づけなかったのですが、この曲を見て衝撃を受けました。スローテンポで重々しい演奏に乗って歌われるのはベトナム戦争での一場面をモチーフにした歌詞。同じリフが繰り返すばかりの曲なのに、エッジの立った緊張感のある演奏に目が離せなくなる。まるで1969年に演奏されていたかのような曲が1990年という時代にリアリティを持って迫ってくるのはなんでなんだろうという、本当にこの曲を聴いて自分はブランキーのファンになったんですね。なのでとても特別な曲ですね。はい、というわけで、全10曲紹介してみました。はい、でさっきも言ったように自分はこのアルバムが出てすぐに買って聴きました。その時は特に何の違和感もなく受け入れて、大好きな曲のたくさん入っている最高のアルバムだなと思って聴いていました。ちなみに以前の自分はというと、どちらかというとポストパンク、ニューウェーブ系の脱ロック的な、斬新なサウンドみたいなのが好きだったのですが、ブランキーはもっと直球の、古めかしいロックバンドだと思っていました。しかしこのアルバムを聴いてみると、どこかしら自分が今まで聴いていたゴスやネオサイケにも通じる音に思えたので、とてもすんなり受け入れられましたね。で、実際彼らはゴスやネオサイケを通ってきたそうで、それはだいぶ後になって知ったんですけど、当時は自分の趣味からはかなり外れたバンドのファンになったような気がしていたのですが、あながち間違いではなかったんだなと、あの時点でブランキー好きになるのは自然な流れだったのかなと今は思います。
ということで、最高にかっこいい日本のバンドの最高のアルバムに出会えたと思い、これをずっと聴いていて、翌年にセカンドアルバムが出るわけなんですけど、これがまさかこんな作品になるとは、この時は想像だにしていないんですよね。次回は、セカンドアルバムバーンについて喋りますので、またよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。